みんなさんこんにちは。今日は朝礼についてお話ししていきましょう。日本語を楽しみながら勉強してください。日本の多くの企業では、朝、仕事が始まるとき、従業員が集まって、挨拶をしたり、連絡を行ったりします。これを朝礼と言います。朝礼の主な目的は、その日の仕事の流れや特別な注意事項など、連絡事項を伝えることですが、従業員が集まって顔を合わせて挨拶をして、これから仕事を始めるというモードに切り替えるという意味もあります。企業の中には、朝礼にラジオ体操を取り入れていることもあります。ラジオ体操は、NHK の体操番組で使われている体操で、多くの日本人にとって、子供の頃から学校などで行っている身近な存在です。朝礼の時に体操をすることは、その後の労働のために体を慣れさせておくなどの意図があるようです。日本の多くの企業では、朝、仕事が始まるとき、従業員が集まって、挨拶をしたり、連絡を行ったりします。これを朝礼と言います。朝礼の主な目的は、その日の仕事の流れや特別な注意事項など、連絡事項を伝えることですが、従業員が集まって顔を合わせて挨拶をして、これから仕事を始めるというモードに切り替えるという意味もあります。企業の中には、朝礼にラジオ体操を取り入れていることもあります。ラジオ体操は、NHK の体操番組で使われている体操で、多くの日本人にとって、子供の頃から学校などで行っている身近な存在です。朝礼の時に体操をすることは、その後の労働のために体を慣れさせておくなどの意図があるようです。